universe is infinitive development of spirit. And the peace of it. How much the warmth, how much relaxing, how much smiling come out. But we are practicing as a Mahayana Buddhist. We are practicing to be a bodhisattva. Is to treat other person's pain. Bring other person's happiness. And if you want to practice Taoshiyas, of course, the cure is a part of the pain of this person. Yes, it is. What a clever guy. ゆきさんとは3年前にいくでしたっけ？そうですね、3年。トロントのワークショップに行った時に僕がインタビューを受けたんですけど。そうですね、あの時はそうでしたね。もうわけわからずね、気の指圧とか一体それは何だろうみたいな感じでね、もう疑いの心いっぱいで行ったんですけれどもね。疑ったんですか？はい、もう全然信じてませんでしたね。本当に？もう本当、まあ友達がね、こんなのあるからインタビューしてみないなんて軽い気持ちで、じゃあもうカメラ待ってるから行こうかみたいな感じだったんですけど。いやいやっていうか。そうですね、後ろ向きでした。完全に。でまあ。ね、インタビューする、ね、題材がないということでしようがないということで、ね、ちょっと治療していただきましたよね。30分ぐらい。それでまあ一応試しに受けてみようかって感じだったんですか？そうですね、もう完全に後ろ向きだったんですけど、まあじゃあしょうがないから。しょうがないから。で目が覚めましたね。もう本当に表現のしようがなかったぐらい、もうびっくりしてね、もうすぐに私の悪いところっていうか、その性格的な部分まで見ていただいて、本当に性格の文句言いました？言いました。本当に我慢してると。で自分でも気づかなかったんですね。本当に我慢してる性格っていうのを気づかなくて、それが肩に来てるというか、そこに邪気が溜まっているっていうか。肩は結果ですよね。だから結果、首の方に詰まりがあって、気管の方に。だからちょっと言いたいこと言いやがったんだろうなって子供の頃にそれを言ったんですよね。言ったかな、でもあの時ちょっと言ったかどうか覚えてないけど、あんまりあからさまに言うのもなんだろうあんまり言わなかったかもしれないですけど、もうびっくりしました。びっくりしたと。一体何にびっくりしたんですか？まず初対面で。あの短時間でね、私の体にちょっと触れただけで性格部分までも自分で気づかないところまでも気づいてくださって、でもちろん治療はもう気持ちいいっていうか、まあなんていうのかな、手がしびれるような感覚とか、こう何かが体の中で動いてこう指先から出るような感覚、響きとかで、もうわけわかんなかったんですけれども、これは何なんだろうっていう感じで、でもすごく痛いけど気持ちいいっていう感じのね。で終わった後にもなんか背中に羽が生えたような軽くなった気がしたんですね。続きですけど、だから人この学校で体が浮くような体験したって面白いですね。本当ね、信じられないですよね。まあ10人とか15人とかクラスにいますよね。一斉にもう相手のこと、世界のこととかね、地球上の生物、あらゆるもののこう願ったりすると、急に部屋が暖かくなるんですよね。びっくりします。本当に温度が上がったっていう感じがするんですけども、そうなんか温かいものに囲まれて、でなんとなく気分的にこう体が浮くっていう感覚。包まれて。全てがこう軽くなるんですね、肩とかね。そう本当ね。口じゃ説明できないですね。それをもう毎週体験しました。はい。ということはいつもそういう気持ちでいたら、あるいはもうみんながそういう気持ちでいたらどんなに
気持ちいいかっていうことですね。そうですね。みんなもうが世界中の人が。そう思います。だからあのスペースの中でできることって思わないで、はい、この生活を毎日できたらどんなに楽かなと思います。みんながそうだったらね。ええ、周り、自分も含めてね、はい、もう本当にどんなに楽かなと思いますね。はい、声かけて。でもきっとこの学校がそうやって世界のあちこちでええ開かれていて、そういったゆきさんとかそういった方々が感動してくださるっていうのは本当に良かったなと思うんですけどね。僕はそんなこと起きるなんて考えもしなかった。そうですか。想像もつかなかったですよね。最初に自分が感じてることが自分が感じてる気の世界を人が感じることができるようになるっていうのが分からなかったっていうか、いやもっと正確に言うとね、自分が感じることは自分で分からなかったんですよ。自分が気を見ているとか、自分が経絡を見ているとか、そういうことも自分は分からなかったんですよ。ただ治療して治してっていうのをやってましたけど、それは自分はこういう世界を見てるんだってことが分からなかったんですよ。なぜかというとね、言葉がなかったんです。言語化してないからね、自分はただ分かんないままやってたんですよ。それを人に教えるために、どうしても言語化する必要があって、やってるうちに人も感じることができるようになって、いやちょっとうまくいかないな全然これ。でもすごくすごくよくわかります、今の説明。あ、そうですか。もう黙って聞いてますので、その通りでいいです。本当。でしかもそれを他の人に対して気でもって感じさせる、その言語化によって、あるいはそのシステムを人の学校のシステムを作ることによって、それを他の人に感じさせることができるようになるなんてことは全く思いもよらないことですよね。こうやってこの文化が伝わっていくっていうことが初めてこの自分の中で、驚きましたね。伝わってますね。だから全くその予想もしなかったし、まずもともとは自分が認識してるってことが分かんなかったのが、自分はこういうことを認識してるのかっていう、こんな不思議な世界を認識してるのかっていうことをやっと分かって、しかもそれをシステムにしたら人が人に伝えることができるようになるっていう、二重三重の、まだ今でもあんまり実を言うと信じられないなとか、そうですかそうですかっていう感じで、もしかしたら夢じゃないのみたいな。そうですか。そんな感じです。私も本当これは夢みたいなね。でも遠藤先生がそういう感覚でいらっしゃるっていうのは本当今もう全てこうね分かってらっしゃると思ってたんで。とんでもない。だって言ってみたらほら、裸の王様のさ、子供って王様って裸じゃなくて自分一人言うけど、これ逆の話でしょ。だからこういうことあるじゃない、ああいうことあるじゃないって自分だけが感じてて、他の人は分かってなかったんじゃないかって。だからもしかしたら自分の思い込みかもしれないなと思う。そうですか。ただ自分が言ってるだけでこんなのは嘘じゃない、嘘だっていうか、他の人は分かんないし、もしかして自分も思い込んでるだけじゃないかなみたいな。それが人に言ったら人もそうだねって言って、でその人も他の人に言ったらそうだねっていう、じゃあ自分が感じたことってやっぱりそうだったんだ、本当だったんだっていう、っていう感じですよね。だからそれはすごいですね。びっくりしました今。本当に。だから仏教のいろんなこと書いてある言葉とか、仏教の用語とか人この学校で出てきますけどね。これ本当こういう意味だったなんて、昔の人がこうやって使ってた言葉がこういうことを体験して、これを言葉にして、それで今でも残ってるけど、今はほとんど言葉だけみたいになってるなっていう、そういう掘り起こしみたいな形ですね。のもあるし。でも今その話ね、遠藤先生のお話聞いてちょっとほっとしました。っていうのは自分は分からないことだらけで、このぐらい分からなくて、ちょこっとだけね、もう本当の爪の先ぐらい分かってるっていう感じがあって、でもね、タウシオチを始められた遠藤先生が分からないことがたくさんあるっておっしゃって、ちょっとほっとしたんですけど、それだけなんか不思議な世界なんですか？不思議な世界だし、しかも奥深いですよ。奥深くて無限でしょ、その深さ。常に発見があるって感じ。だから自分の感覚としてね、もう髪の毛の先ぐらいが分かったなっていう感じ。そうなんですか。でそれ以上分かったと思うこと自体も間違いだなっていう感じですね。だから自分よちょっと髪の毛の先ぐらいやって分かってるっていう。
ちょっと安心しまいやした。安心もない、まあそれがまあ正直なところですよね。ああ、そうですか。はいうーんじゃあその大きくて奥深い木っていうことにまだなんていうのか入り口をちょっとかじった程度ですけれどもね、私の場合はね、そこにどんどん新しい発見があるんでしょうか。それはだって自分の世界、心の中の世界って無限でしょ。それを一つ一つ体験していく世界ですから、気の世界とか、まあねさらに奥にある仏性の世界とかね、そういうのは